こんにちは、ゆかです。今日はビジョンを持つことの重要性について話させてください。これは私が言ってるだけじゃなくって、聖書にも書いてある。で、聖書にも書いてあるだけじゃなくて、デール・カーネギーとかも人を動かすとかね、そういう本を書いたデール・カーネギーもその本の中に残している。ビジョンを持つことの重要性。どうしてビジョンがなくてはいけないのかっていう話をさせてください。これで、まず、みんな何か自分の理想とする世界だとか、理想とする人生だとか、理想とする家族関係、人間関係、何か理想とするものってあると思うんですよ。理想の家でもいいし、理想の仕事、そんなのでもいい。でもね、それを理想を持っているって言われて、その理想を事細かく説明できる人ってどれぐらいいるんだろうってこと。それをもっと、この解像度高く、どこかに書き記していたり、あるいは写真みたいなのをこうコラージュしてビジョンボードみたいに持ってたり、そういう形で自分の外側に絵だったり文章、絵だったり言葉で自分のビジョンを明確化してる人ってどれぐらいいるんだろうって私は思っています。でね、これはまだわからないよ。私の感覚。なんだけど、多分間違ってないと思う。私が思うには、私が思い込むにはってことなんだけど、私が思うにはね、その自分が理想としているビジョンを持っている人たちだけが自分の理想を叶えてるんじゃないかと。で、それをビジョンボードだとか、その文章でね、リスト化してあったりだとか、そういう形でビジョンを自分の外に出して、常にこう対面できるような形にしてる人って少ないんじゃないか。だから、夢を叶えてる人って世界の全人口の中で少なくなっちゃうんじゃないかって。そう思うんですよね。さっきね、言ったでしょ？聖書って今、世界中に生きてる誰よりもずっと前に生きてた人が書いたもので、その後ずっと生き続けてるんですよね。で、そこにも書いてある。Where there is no vision, the people perish って聖書にも書いてある。それ日本語訳するとどうなるかっていうと、ビジョンのない民は滅びるって書いてあるんですよね。そこの中でも書いてあるし、聖書の中でも書いてあるし、よくね、聖書の中でいっぱいエピソードが出てくるんですけれど、そこのエピソードでも何回も何回もそのことが説明されているように私は理解している。何か、どこかに行こうだとか、何かを実現させようっていう人たちはみんな頭の中にその理想を描いていた。で、その聖書の中ではね、イエス・キリストとかが聞くんですよね、弟子とかにね。見えるかその絵がって。そのイメージができるかって。そうすると弟子は、はい、できますって言って、このようなものが見えますって言うんですよね。ちょっとね、それだけ聞くとね、ピンとこない人がいるかもしれないけれど、何かを現実化する前って、必ず誰かの頭の中にそれが生まれてたんだと思うんですよね。空を飛びたいって言って今飛行機があったりするし、何か書き残したいって思った人が
ずーっと昔は石をね、石でこう岩を削ったり地面を削ったりしてこうなんか形をね書き残したりしてた。でもそういう形じゃなくて、ゆくゆくは羊皮紙になったりパピルスになったりとかして、今は紙っていう形。最近は電子媒体でもあるんだけれども、何らかの形で書き残すっていうのも進化してってるんだけれど、それがどっから始まったかっていうと、みんな誰かの頭の中にアイデアとしてあったんじゃないかな。で、こうなったらいいよね、これやりたいよね、こうしてみようって言って、それがどんどん発展していって、人は海を越えて、船だったり飛行機だったりで海を越えて異国の地に行けるようになったりだとか、文章を残しておいて、なんならこの印刷技術っていうのも発達してね、世界中の誰かと同じ文章を共有できるようになったりとかね、そういう世界になってるんですよね。でもそれも全部頭の中にビジョンがあった。で、そのビジョンをちょっとずつ外の世界に出していったってことなんですよね。だからその聖書の中にビジョンなくして民は滅んでしまうっていうのはまんざら嘘ではない。そうそう。ちなみにね、私はね、聖書の中、旧約聖書、新約聖書の中には、そういう人間が生きていく上での知恵が隠されていると思ってる。みんながわかるようにじゃなくて隠されていると思ってんですよね、私。だから、世界のね、ほとんどの富を一部のユダヤ人たちが持っているって言われてるけど、あの人たちは旧約聖書を経典として大切にしていたりするでしょ。私はね、そういう、いいや、ちょっとカルトチックになっちゃうからね、いいや、そうそう、とにかくね、そういうふうに信じてるんです。だからちょっとね、聖書読んでみてって言いたい。英語を勉強してる人にも、聖書って、すごく英語学習を進める上でいいから、ちょっと前にも話したけど、そう。で、デール・カーネギーとかもね、あの人も、要は、人を動かすだとかね、そういうずっと、今後も引き継がれていくであろう名著の中にもね、聖書に書いてあるのと同じようなことがね、書いてある。いくつも。彼は敬虔な信者だったってこともあるけれども、デール・カーネギーもやっぱり自分の理想を叶えてものすごく豊かな人生を送るに至った。やっぱり何かあると思う。で、そのね、中の一つのビジョンを持つことの重要性っていうのがね、今回話していることになるんだけれど、そのね、ビジョン、自分の中にこうなったらいいなって思ってる人はいっぱいいると思うんですね。でも、それを必ず自分がこう常にね、対峙して見えるような形に写真を貼ったコラージュみたいなビジョンボードとして持っているだとか、自分に一番わかりやすい、自分に一番グッとくるような形でリスト化するだとか、その言葉としてね、ビジョンを表しておく。で、それをいつも持っておく。それで、それを常に自分が見えるような風にしておく。常に、断るごとにね、そこに戻って自分のビジョンを確認するっていうのはね、重要じゃないかなって思って、私、このビジョンを持つことで叶えた夢っていくつもあるんですよ。例えば、このね、幸せな結婚もそう。絶対結婚しないと思われている人で、私は。どこのだろう、中学の卒業の文集かな、絶対結婚しなそうな人っていうなんかね、いろんなリストがあるんです。クラスで面白い人の1位から3位とかね、なんか集中力がある、なんかわかんない。いろんなのが。あんまり全部覚えてないけど、
いろんな順位があって、絶対結婚しなそうな人のトップ3にも私入ってたからね。本当に絶対結婚しなそうだし、結婚したくなかったしっていう人だけど、途中でその私が結婚しようと決めて、こういう結婚しようと決めたっていうよりも、こういう結婚だったらしよう。こういう結婚が実現できる人とだったら前向きに検討しようっていうふうに自分の中で考えが変わったんですよね。で、それを自分としてはビジョンボード。私はね、文章で箇条書き。で、ちょっとだけ、雑誌の切り抜きみたいなのをね、ちょっと貼ったりした、そういうビジョンボードみたいなものを持ってて、本当にね、その通りになった。それ以上になってるかも。今私が住んでいる家だとかも、私が思い描いた通り、今の結婚も、それはね、いさかいがないとは言わないよ。人間違うからね。だけど、すごく理想と自分がしてたものだと思ってますね、この結婚も。しかも、結婚式はしたくなかった。私は。でもドレスは着たかったんですよね。で、それもうまくいった。その結婚式は幸せを感じる日だから、両親との関係は良くはなっているものの、私と旦那さんとだけでその契りを交わしたかったんですよね。人の前でどういう反応をするとか、誰かに感謝の手紙を読んでとかね。そういうのは私の理想の結婚ではなかった。でもドレスは着たかった。で、結果として私たち夫婦はみんなの前での、大勢の前での結婚式はしてないんだけど、モルディブに行って、フォトウェディングをやったんですよね。ちゃんとモルディブでフォトグラファーをつけてやって、で、海辺のビーチのところ裸足で歩いて、この太鼓とかね、そういう人たちに前後挟まれて行列作って歩いて、で、海辺のテーブルセッティングされたところでディナーを食べて、で、ウェディングケーキとかもあってとかね、二人だけの結婚式よかった。ちょっと話がずれちゃうから戻るか。でも、そのね、ビジョンを持つってすごく大事で、それを頭の中に閉じ込めておかないっていうことは、もしそれを叶えたいんだったらもっと大事。で、常に自分にそれでいいのか、自分の価値観とまだ合ってるのかって確認して、必要であれば修正し続ける、更新し続ける。で、それを常に自分が見れる状態にしておく。それは、やっぱりビジョンを持つっていう中で一番大事なことだと私は思っています。と取り留めもないところに話がいかないうちに今日はこの辺で行こうと思います。聞いてくれてありがとう。じゃあね。